世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。日本漫画の一大ジャンルであり、格闘技やスポーツ、戦争や喧嘩に頭脳戦など、現実的な戦いだけではなく、様々な世界観の中で壮大に繰り広げられるバトル漫画。その見せ方の中で、人気漫画雑誌でも様々なタイトルで取り入れられていたトーナメント形式で、真の最強を決める大会というものがあります。人は現実世界のスポーツもさることながら、大会が開催されると1位となりうるのは誰なのかと、その結果に興味を惹かれ夢中になりますが、現在漫画界史上最も規模が大きいと言っても過言ではないある大会が繰り広げられており、それは同時にある国で波紋を広げていたようです。今回は自由すぎる日本のアニメに関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。進歩の兆しがない人類を見限り終末を与える決議を行った神々と、それを覆そうとする人類史上最強の戦士たちが1対1で戦うバトル漫画、終末のワルキューレ。この作品には様々な神話や宗教の神々が名を連ねており、何でもありの舞台設定に加え、それぞれが特別な能力を発揮して戦う月刊コミックゼノンにて2018年1月号より連載中の大人気漫画です。人類代表13人の中には、旧約聖書に登場する始まりの人間アダムをはじめ、三国志最強の男と言われる呂布に、中国大陸を統一した秦の始皇帝、イギリス史に名を刻む連続殺人犯切り裂きジャックや、日本の剣豪佐々木小次郎など、時代や国境の垣根を越えたメンバーが名を連ねています。それに対する神代表の13神には、ギリシャ神話で全知全能の存在であるゼウスや、北欧神話で主神にして戦争と死の神であるオーディンと、その息子であり最強の雷神トール、仏教の開祖である釈迦にヒンドゥー教の神シヴァなどが選出。累計発行部数は2021年12月時点で1000万部を突破しており、2021年6月からはアニメ版がネットフリックスで全世界独占配信開始となりましたが、ある国では急遽配信が中止される事態となっていたのです。その国とは、国民の8割がヒンドゥー教徒であるインド。全世界同様、ネットフリックス独占配信の告知はされていたものの、インド系アメリカ人活動家のグループが、インドの神々を歪めて伝えることはヒンドゥー教の古き良き伝統を軽視すると声明を発表し、ネットフリックスに番組を放送しないよう促したそうです。指摘されたのは、作中に登場する宇宙の破壊神シヴァ。武器は使用せずに自身の体で戦い、独特のリズムによる予測不能な舞踊ターンダバを必殺技に持ち、第5回戦目に人類史上最強と謳われる力士ライデン多名門と戦います。インドでシヴァは世界の創造、維持、再生を司る最高神として位置づけられ、多数の宗派で崇拝の対象となっており、ヒンドゥー教のシンボルともいえる存在です。そんな絶対神であるがゆえ、商売欲のために漫画内で不必要に投げつけられたり引きずり回される存在ではないと厳しく批判を受けたのです。結果、インドのネットフリックスで当作品は削除。この件はインドの人々だけでなく世界中で大きな話題となり、多くの意見が寄せられていましたので、その熱き議論をご覧ください。会場の小倉文江さん。はい、こちら小倉文江です。バトル漫画に関する意見交換というだけあって、今日の会場はいつになく熱気に満ちています。
では早速意見を聞いていきましょう。あれ？なんで公開中止なんじゃ。俺はシバシンの描写よりも週末のワルキューレが中止になったことに深く傷ついている。気持ちはわかるけど、作品のコンセプト的にこういうことは起こり得るよな。日本でも神の描写にはある程度規制があるものかと思ってた。これじゃインド以外の国でもこういったケースはあるんじゃないか。誰か知らない？それなら以前に東京リベンジャーズの人気に乗じて日本が人気キャラクターの涅槃像を作ったことが話題になっていたな。中には批判的な意見もあったらしい。やっぱり日本人は神に対する見方が特殊なところがあるからな。多少は仕方がないことだとは思うけど、最近はアニメ人気に乗じてちょっと攻めすぎているところがあるかもしれないね。私は週末のワルキューレ全話見たわよ。このアニメに出てくるシバーはクリシュナというヒンドゥー教の神とミックスしたような描かれ方だったわね。かなりかっこよく描かれていると思ったけど、何が問題だったのかしら？描かれ方の問題じゃなくて、倒されたりするのがダメなんだよ、きっと。確かドラゴンボールの時だって登場する破壊神のキャラクターがガネーシャに似ているからって理由で同じようなことになっていたろ。バトル漫画だからいけないってことを。インド映画だって何度もシバ神をネタにしているし、日本の漫画にはイエスとブッダが日本で休暇を送る内容のものだってある。それは OK なわけだし。聞いた話だけど、実際に批判しているインド人はほとんどいないんでしょ？インド政府が規制したわけでもないっていうし、配信サイトのインド系アメリカ人が自主規制したのよね。これって稀なケースだと思うわ。今までこの国では宗教絡みの多くの規制をしてきたから、それに気を使う人が出たのかもしれない。でも正直多くの国民はこの規制にうんざりしているよ。こういうことをするから、うちの国の文化が世界で知られていないんだとつくづく思う。まあ個人的にはフィクションと現実は分けて考えるべきだと思うけどね。アニメが見られなくなることの方がよっぽど大きな問題だし。そうね。私はムスリムで強い信仰心を持っているけど、ゼウスが宇宙の神と呼ばれたりしていても特に何も感じることはなかったもの。事実とある程度のフィクションを織り交ぜないと漫画家が作品を作るのは難しいと思うし、画面に映っているもの全てを鵜呑みにするべきではないことも知ってる。これは歴史アニメじゃないわけだしね。日本は創作に関してはかなり自由な国だから、侮辱的なものでない限りはある程度目をつむっていかないといけないと思う。規制ばかり強めていったらそれこそ何も作れなくなっちゃうもの。君たちの国はいいね。このアニメが見られるんだからさ。どうせ俺の気持ちなんてわからないだろう。サウジアラビアもちょっと前までは宗教的理由からエンターテイメントが厳格に制限されていたのよ。本当？ええ、2016年に経済改革計画が打ち出されるまではね。経済改革計画？サルマン皇太子が中心になった計画よ。世界的にも有名な話だと思うけど、長らく石油輸出に依存してきたうちの国が原油価格の変動や地球温暖化問題を受けて産油国からの脱却を決めたって話。石油産業の代わりに目をつけたのがアニメをはじめとするエンターテイメント産業だったの。国のトップが方針を変えたわけだ。でもさ、宗教上の規制は変わらずあるわけだろう。イスラム教って厳しいイメージあるけど。そうね。でもうちの国では年々そういった規制も緩和されてきているの。2018年には女性の自動車運転が容認されるようになったし、今年3年ぶりに
リヤドで開催されたサウジアニメエキスポでは、女性であっても男性がいる会場で肌を露出するコスプレをできるようになったのよ。イスラム教では宗教上の理由から女性の服装は限定されているから、前回のイベントでは女性のコスプレは女性専用エリア内のみだったもの。日本のアニメ文化がサウジの社会変革を後押ししたのね。すごいわ。とはいえ、まだ完全に規制がなくなったわけではないけどね。今年公開されたピクサーの映画バズ・ライトイヤーは同性愛描写が理由でイスラム諸国では上映禁止になったし、まあアニメと宗教のルールの線引きは難しい問題だよな。はっきりと宗教作品とは銘打ってないものの、ドラゴンボールには死者を蘇らせる神が存在するし、あのポケモンだって異なる生物を組み合わせたり、物体に命を与えたりする内容が触れて、一部の宗教圏では禁止された例もあるしね。でもポケモンは西洋の動物界に大きな影響を与えたわ。こっちでは動物は人間のための資源であって機械的なものとして見られてきた背景があるの。人間と人間以外の生物が友情関係を持つなんて考え方、西洋にはもともとなかったもの。日本では室町時代の頃から道具にも命が宿ると信じられていたみたいだね。つくも神はその典型で、100年近く使った道具にはおのずと魂が宿って、それが夜な夜な動き出すって逸話が残っているらしいよ。アニメを通じて日本人の考え方が各国の文化や宗教観に少しずつ影響を与えていってるんだね。ならもう少しだけ待ってみるかな。そのうち公開されるかもしれないしさ。そろそろ意見も出し終わった頃ですかね。それではスタジオに。おい、ギリシャ人、起きろ、終わったぞ。ああ、終わった。早かったね。やれやれ、こっちは見たい作品が見れなくてやきもきしてるっていうのに。ギリシャの神様だってアニメにはよく使われてるんだろう。なんとも思わないのかい？気にしないね。だって俺の宗教はアニメだから。アニメ恐るべしね。はい、ではここまでにしましょう。皆さん様々な意見をありがとうございました。ちなみに他にも海外からは次のようなコメントがありました。小倉文江さん、ありがとうございました。宗教上の理由に理解を示す意見もある一方、純粋にアニメを見られなくて残念だと感じている人々も多いようでした。日本のアニメが世界で人気というのは皆さんも周知の事実かと思いますが、インドではどのようなものが好まれているのでしょうか。調べてみるととても面白いものが流行しているようなのでご紹介していきましょう。インドではクレヨンしんちゃんやドラえもんといった子供向けアニメは10年以上も前からテレビで放送されています。そして
日本の子供たちと同様にインドの子供たちも日常的に視聴しているそうですが、インターネットを通じて多様な日本アニメを視聴する人がここ5年ほどでとても増えているようです。週刊ジャンプで連載していた世界でも圧倒的人気を誇る漫画ナルトは、インドでも有名な日本のコンテンツとして人気を獲得し、他にもデスノートや進撃の巨人なども若い世代を中心に人気が出てきているのだとか。そんなインドの子供たちの間で現在怒涛の勢いで人気を博している作品がありました。それは日本で1989年から1992年に放送され、日本 PTA 全国協議会の子供に見せたくない番組で常に上位をキープしていたお坊ちゃまくんです。超ド級のお金持ち、お坊財閥の999代当主で主人公のお坊ちゃまはお上品にお下劣なちゃまごを連発し、当時それを真似する子供たちとその様子に眉を潜める保護者たちが日本で社会現象となりました。インドの放送局担当者によると、学園ものという子供たちに身近な設定の中でめちゃくちゃなことが起きる様子が現地で大受け。ヒンドゥー語、タミル語、テリグ語に吹き替えられるなどインド全土で放送され、大変大きな反響を呼びブームを巻き起こしているのだそうです。日本とは全く異なる文化で様々な宗教や民族が共存するインドでは、先述したように規制されるアニメもある一方、現在の日本では再放送されないであろう作品が子供たちの間で席巻するとは驚きですね。そしてもう一つ、インドで懐かしい日本のアニメが人気になっています。それは忍者ハットリくん。ナルトと同様に忍者が題材だからなのか熱烈なファンがいるそうです。日本では1980年代にアニメ化され大人気になった往年の名作ですが、インドではその人気は現役で、日本との共同制作で新作アニメが作られています。日本でも逆輸入されて忍者ハットリくんリターンズとして見られるのですが、ちょっと不思議な感じがしますね。日本アニメが人気なインドですが、国産アニメがないのかも気になりますよね。10年ほど前から国産のアニメ作りが盛んに行われてはいるのですが、まだまだ問題点が多く、クオリティの高い作品は生み出せていないそう。一番の問題は制作費不足。日本のアニメ1話を作る費用でインドだと100話作れると言われるほど制作費を絞られた結果、若く経験の浅いアニメーターばかりによる制作が行われ、日本アニメに慣れ親しんだ国民を満足させる作品には程遠く、子供向けばかりになっているそうです。ただ13億人を有するインドですから、今後の期待値は計り知れないので、インド映画のように壮大で歌って踊るアニメができるのも遠い未来ではないかもしれません。日本のアニメを見て作って育まれていったインドアニメの今後には期待ですね。時には物議を醸すきっかけにもなるアニメですが、それだけ世界中で楽しんでもらえているとも言えます。特に宗教の世界は奥深いですが、未来を担う子どもたちがその垣根を越えて共通の挨拶を交わす、そんな日も夢ではないでしょうし、そのきっかけが日本のアニメだとなおさら嬉しいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。